こんにちは。大工の翔平です。もう奥の方からね、今、キッチン、できたんでね、今度は玄関の床を張ってきます。このお宅はね、玄関ホールがもう8畳は優にあります。最初にこの柱を立ててね、上がりがちを入れて、そして床を張ってきます。今回は玄関の床ですね。玄関の床ってね、また部屋と違ってね、一つ二つ難しいところがあります。玄関の床を砕いた時にね、立てた柱も全部取れてしまったんですよね。というのはこのもともと立てた柱も造作の時に立てた柱、そういう風に立てたんで、天井と床をばらせば同時に立ってるものはみんななくなってしまいます。また同じような形に綺麗な柱、ヒノキで立てていきます。このようにね、造作の時に立てる柱って何本か家の中には出てくるんですね。柱って上からの荷を受けて構造用で立っとる柱ばっかりはないんですよね。でも下にちゃんとこの独立の基礎をしてありますからね。ただ柱を止める大課題ですよね。それが入ってない、もう本当に動物でつないであっただけの柱です。ですからこれ最初に立てても邪魔になるだけの柱ですからね。玄関の上がりがまちを止めるだけの柱みたいなもんです。こういうのは後で立てた方がいいかなっていう感じで後立てで立てたんでしょうね。で結局こうやり替える時もこれを1本立てて、これに上がりがまちを掘り込んで全部仕事してからまた柱を立てる。50年前も上がりがまち掘って独立の基礎の上に立てたんでしょうね。柱に上がりがまちを入れるときはね、今回掘ってるのは後ろからゴソンと丸入れみたいなもんですよね。柱の前面から15ミリ下がったところに上がりがまちをそのまんまの寸法でポンと後ろから送り込んでやります。歩道とかそんなにするわけではありません。新築でも一緒です。上がりがまちは床の方から裏から表へこういう風に書いてね、送り込むというか流し込むというかね、普通一般の入れ方ですね。かまちの穴を掘ってね垂れてきます。元々の位置がこの独立の基礎にきれいに墨出しして残ってますから、それをもう一度確認してね、直角と相幅と寸法を出して左右の位置をね少し変えたんですけどね、ほぼ同じその位置にね垂れてきます。そして上がりがまちが入る反対の柱ですね。その相棒の柱を同じように掘っていくんですけど、これは硬かったですね。ヒノキもねちょっと当てがかったんですけど、これはもう欅に負けんほど硬かったです。やっぱ50年経つと結構硬くなりますね。やっぱ木はもっと経って強度が出るっていうんですからね。50年ではまだ強度が出てないですよ。ほど乾いていくと硬なるやね。木ってねちょっとやんちゃで赤みで芯がまっすぐ通ってないような柱は特に硬くなりますね。
入れる上がりがまちを加工していきます。今回は上がりがまち言ってますけどね、もういつも上がりがまちとか玄関がまちとか円滑らとかいろいろ言いますけども、全て同じですね。玄関のかまちです。そしてこの小穴をついたのは厚みが30ミリの小円をここに入れます。無垢の板を入れるんで、その2段目のこの床の小穴を最初についておきます。ここ石仕上がりなんですけども、玄関のかまちがそこから1段で上がりきらないんですよね。ちょっと中途半端な高さなんですよね。300にちょっと切れるんですね。250ぐらいだったらまあ1段で上がれるんですけど、ちょっと300に近くなってくるとね、ちょっと偉いですね。ですからこの2段にします。もともとも2段でした。ですからまあ半分にするとね、やっぱしこの上がりがまちの値打ちがなくなるんやね。ですから上のかまちをね、少し大きくします。上がりがまちは入れるだけなんですけども、穴の下刃はね、少し斜めにくさびしろを取ってあります。そしてね、こういう風に矢を打って上へ上げます。知らんよ。もう減っちゃった。こっちの古い方はね、この石の上にパッキンの固めを入れるんですけども、新しい方はこういう風にくさびを打って上にしつけます。くさびしろを取ってあるってことでね、きちっと入れるとどうしてもこの傷つきますしね、矢で上上げてやった方が綺麗に収まりますね。これで柱と上がりがまちが固定できましたね。定位置に立ちました。中の性能は重い。次はね、この真ん中の大引きを入れる位置に使い石を寸法を出してね、先に入れます。入るん。まあ地面も硬いですし、つけるだけついて、まあゴミは拾って、そして根長け大引きを入れてきます。床の高さはね、もちろん家一軒ずっと一緒につながります。最初に奥から張ってきてるんで、それに右習えでね、ずっと玄関、最後に縁側、一気に床張れないっていうか砕くことができないんでね、何回も言いますけども、家に住みながらのリフォームですからね、極力切断がね不自由ないようにギリギリまでこう待ってもらうというかね、奥の方から一つ一つをこう仕上げていくようにこうしてるんで、なかなかねリフォームって難しいですよね。床張りは正直ね何べんも見てもらってるんでね、もうやることは一緒です。大引きをかけて枝を打って、それからプラツカの高さを見ます。なかなか大引きだけで高さを出るっちゃ出るんですけどね、正確にやはりこの上の根だ歩きがまっすぐ通らない、これはもう現実です。5本10本がやっぱし綺麗に全体でまっすぐ力を受けてないとダメですね。一人だけ頑張っててもダメなんです。遊んどったらなおダメなんで、一本を止めるんじゃなくて
周りの3本4本プラスカに聞いてみてね。あんた力受け取るか受け取るか、あんた遊んどらんかって感じでね。そこで初めてプラスカがね床を均等に支えている。なかなか均一になりませんよ。正直どれかが遊んでしまいます。床板はね、もちろん奥から張ってきたやつにつないで張ってきます。張るようになるとね、うまいもんですよ。一枚一枚進んでいけばいいんですからね。でも最初に言ったようにね、このお宅の玄関ホールというか廊下というかね、折り金になってるんですけども、本当に広いです。正面に人体ヒノキかな、まあ立派なもうね置いてあって、ですからなおこれ広く取ってあったんでしょうけども、今度はね、まあ置くか置かんか、まあなんか悩んでるそうですけどね。せっかくのこの広いホールね、このまんま使ってほしいですけどね。で結局このお宅のこの床はね、式典にねフロアラインを合わせたんでね、こういう家の何箇所かは30ミリ上がってしまったんですよね。これだけが慣れてもらうしかないですね。これで柱、玄関がまちを入れて床が張れました。これだけの玄関ホールって本当に広いですね。もちろん奥から縁側へとつないでいきます。以上、大工のシャヤンでした。